お顔に水ぶくれができると、もう顔面の神経が麻痺を起こして片方の目が閉じれなくなっちゃったり、体力が落ちている時は起こりやすいのが帯状疱疹後神経痛です。副作用の方はワクチン接種をぜひなさってみてください。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルは様々な皮膚の病気でお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、帯状疱疹について、帯状疱疹の経過、帯状疱疹の原因、治療、帯状疱疹後神経痛、気をつけること、帯状疱疹ワクチンについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、帯状疱疹についてよくわかるようになると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。帯状疱疹ってよく聞いたことはあるけど、何度も起こるの？誰かにうつるのかなって不安になる人もいらっしゃいますが、帯状疱疹は80歳までに3人に1人がなる、よく見られる病気の一つなんです。命に関わるということはほとんどないんですが、痛みがひどいと苦痛で不安になって精神的にとっても辛い思いをされます。まず最初は神経に沿って体の左右どちらか一方がチクチクピリピリ痛みが起こるんですが、しばらくするとその部分が赤くなります。その後小さな透明な水ぶくれが集まって水ぶくれが帯状に配列します。だから帯状疱疹って名前なんですね。で、頭に出ると頭痛が最初に出ますので脳神経外科を受診されたり、体に出ると腰が痛いとかなって整形外科に最初に行ってみたみたいなことが多いです。で、大体2週間後ぐらいでかさぶたになって、その後かさぶたが取れてピンク色の肌になりますが、結構長い間色が残る方は多いです。痛みは皮膚の症状と一緒に消えていくことが多いんですが、稀に痛みが長く続いて日常生活に支障をきたす方もいらっしゃいます。体に症状が出ていれば大丈夫なんですが、お顔に水ぶくれができるともう目にも症状ができて視力障害を起こしちゃったりとか、顔面の神経が麻痺を起こして片方の目が閉じれなくなっちゃったり、口がうまく閉じれなくなって水がうまく飲めないっていうことがあります。耳の近くに水ぶくれができると耳鳴りや耳の聞こえが悪くなるってこともあります。なので皮膚科だけではなくて症状によっては眼科や耳鼻科の先生にも見てもらうということがよくあります。先ほど体の片方にしか帯状疱疹はできませんってお話ししましたが、両方にもできる方は何かがんをお持ちの方もいらっしゃいます。実はほとんどの方が帯状疱疹の原因となるウイルスを持っています。もちろん私にもいます。これは何かっていうと、皆さん子供の時に水疱瘡になったことがあると思います。実は水疱瘡のウイルスと帯状疱疹のウイルスは全く同じなんです。小さい頃このウイルスにかかると水疱瘡として発症しますが、このウイルスはなんと水疱瘡が治っても私たちの体の中の神経の根っこに何十年も潜んでいます。ただ体が弱って体力が低下したり年を取ったり病気や手術で免疫力が下がると、水疱瘡のウイルスは再び暴れ始めて、隠れていた部位で増えて神経を通って皮膚に症状が出てきます。最近疲れてたとか寝不足だったとか引っ越しして疲れてたとかおっしゃる方が多いです。だから他の人から感染して帯状疱疹になったのではありません。ウイルスの増殖を抑える薬を1週間飲みます。あとは痛みを残さないようにするためにも、痛みを和らげる治療は早めに行った方がいいので、痛み止めを飲みます。ご高齢な方や皮膚症状がかなりひどい時、痛みが激しい時、体力が落ちている時は起こりやすいのが帯状疱疹後神経痛です。ほとんどの方が皮膚症状が良くなると痛みも和らぎますが、皮膚が治ってからも3ヶ月以上とか突き刺さるようなひどい痛みとか、もう夜も眠れないぐらい強烈に痛いって方もいらっしゃいます。だいたい60歳以上の人に多くて、帯状疱疹後の神経痛は
3% ぐらいの方には出てきてしまいます。そうなったら帯状疱疹の神経痛を抑える飲み薬を飲んだり、神経の周りに直接局所麻酔薬を注射する神経ブロックという治療をペギンクリニックで行うこともあります。帯状疱疹は精神的にも肉体的にも疲れた時に出やすいので、風邪をひいた時と同じだと思っていただき、早く治すためにもしっかり食事をとって安静にしましょう。痛みは心地よい程度に温めると和らぐことが多いので、湯船にゆっくり入るのはいいですが、使い捨てカイロなどを直接肌に貼っちゃうとやけどを起こすことがあるのでやめてください。湿布もかぶれることがあるのでやめてくださいね。触っても他の人にうつることはありませんが、水疱瘡になったことがない小さなお子さんには帯状疱疹としてではなく水疱瘡としてうつることがあるので、小さなお子さんや妊婦さんにはできる限り接触をしないようにしましょう。水ぶくれが全部かさぶたになったら感染力はないので大丈夫です。帯状疱疹と単純疱疹は別なんです。よく以前にも帯状疱疹になったことがあって再発したのか心配です。数ヶ月に1回なっちゃうんですっておっしゃる方がいらっしゃいますが、それはおそらく単純ヘルペスのことです。水ぶくれが出るのは同じですが、帯状疱疹が体の左右どちらか一方に帯状に広がるのに対して、単純ヘルペスは口の周りや陰部にできやすいです。どちらも同じヘルペスウイルスなんですが、種類が違っていて、帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルス、単純ヘルペスは単純ヘルペスウイルスが原因です。なのでなんかこんがらがっちゃってよく間違えられるんですが、全く違う病気です。あと50歳以上の方は帯状疱疹のワクチンが3割負担の健康保険ではありませんが接種可能です。帯状疱疹になるのを完全に防ぐものではないんですが、発症しても症状を軽くできるので、50歳以上の方はお近くの皮膚科でワクチン接種をぜひなさってみてください。帯状疱疹のワクチンは2種類あって、どちらも50歳以上の方が対象ですが、3割負担の健康保険は使えません。50歳を境に帯状疱疹の発症率が急に上がりますので、誰にでも体の中にウイルス潜んでますし、誰もが発症しますので、かかった人にしか辛さがわからない痛みに苦しむ病気なので、50歳以上の方はぜひワクチンを受けてください。ワクチンは現在2種類あります。2016年に認可された生ワクチンを弱くした微検と、2020年に認可された不活化ワクチンのシングリックスです。どう違うかというと、まず微検は帯状疱疹の発症率を 50% 抑えて、帯状疱疹後神経痛の発症を 66% 抑え、効果は5年持続しますが、生ワクチンといって弱毒化といって水痘帯状疱疹ウイルスを弱らせて病原菌をなくしてはいるものの、免疫が低下している方とか妊娠中ステロイドを内服している方は注射ができません。ただ注射は1回でよくて、だいたい8000円ぐらいとお安く、副作用が出にくいのがメリットです。それに対してシングリックスは帯状疱疹の発症率を 90% 抑え、帯状疱疹後神経痛の発症を 85% 抑え、効果は9年持続し、これだけ見ると効果高いんですが、2ヶ月の間隔を空けて2回注射が必要で、1回あたり 2,3 万円ぐらいかかるので、2回で5万円ぐらいってお高いのと、あと注射部位の痛みや腫れ、頭痛、発熱などちょっと副作用が強いのが特徴です。なのでお値段が高くても予防効果をしっかり出したい方、妊娠中やステロイドを飲んでいる方はシングレックスを、副作用が少なくてお値段がリーズナブルの方がいいなっていう方は微検を選ばれるといいでしょうね。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで今日は帯状疱疹について、帯状疱疹の経過、帯状疱疹の原因、治療を、帯状疱疹後神経痛、気をつけること、帯状疱疹ワクチンについて皆さんにお話をさせていただきました。このチャンネルでは綺麗なお肌を目指す方へ皮膚科医が
肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。次回はヒルドイドについてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。